ご視聴ありがとうございます。今回は東京の地下にある拡大を重ねた駅のご紹介です。端から端まで歩くと10分以上かかる駅が生まれた歴史と、そこら中にある歴史の痕跡を前後編でお届けします。駅があれに食い込んでいる理由と、通路の先にあるものの正体に注目です。私が今乗っているのは、東京メトロ丸ノ内線の荻窪行き列車です。丸ノ内線は東京で2番目に作られた路線で、早朝深夜を除き、結構混雑しています。次の駅が、東京駅から3つ目の国会議事堂前駅。この駅では、同じ東京メトロの千代田線と乗り換えができます。そしてここが、今回の最初の舞台です。ホームに降ります。上下線の脇にホームがある二面二線、または相対式と呼ばれる構造で、2本の線路の間にホームがある島式と呼ばれる構造と並び、よく見られるものです。ホームは右カーブしており、一番奥は見えません。この辺りには改札などへつながる動線はありません。ホーム前方に向かいます。先ほどの車内アナウンスでは、英語でも国会議事堂前と読み上げており、駅名標の英語表記は発音をそのままローマ字にしたものです。これでは意味が通らないので、国会議事堂の英語表記であるナショナルダイエットビルディングと書かれたプレートが取り付けられています。交差点の名称などでは、英語で意味が通る表記に直す動きが出ていますが、この駅は違うようです。この先の階段から上の改札階へ向かいます。駅ができたのは今から60年以上前ですが、構内は改修され、小綺麗な感じになりました。先にこの駅の歴史をご紹介するため、ここで地上に出ます。改札を出て左に曲がった先にある2番出口が国会議事堂の最寄りであり、ここにはエレベーターもあります。2番出口は歩道の横にあり、議事堂の敷地に食い込んでいます。国会議事堂の最寄りだけあって、もっと大きな出入り口かと思いきや、意外と小さい施設です。とはいえ、この左手100メートル余りの場所には総理官邸もあり、色合いからして特殊な警察車両が待機し、物々しい雰囲気です。なお、ここは議事堂の南側にあり、東側にある正門へは少し歩きます。この先の角を左に曲がり、さらに歩いたところにあるのが、国会議事堂の正門です。そして丸ノ内線の駅は、議事堂の敷地に結構派手に食い込んでいます。国会議事堂前駅が開業したのは、1959年3月、丸ノ内線の新宿霞ヶ関間の開業に伴い、中間駅の一つとして設けられました。一方、今の国会議事堂の建物は、1936年11月に完成したもので、後から作られた丸ノ内線が議事堂の敷地を突っ切っています。道路以外の土地にあるトンネルは、道路下を通るのが基本である初期の地下鉄としては、かなり珍しいものです。ただしこれには、もちろん理由があります。その鍵を握るのが、議事堂の東にある国会前庭のうち、南側の方。議事堂に背を向け、中へと入ります。池もある静かな場所をしばらく進むと、地下から列車が走る音が聞こえます。これが、丸ノ内線の換気口です。ただしこの換気口、道路と重なるところが斜めに削られています。というより、道路の縁石が、換気口の蓋を避けるようにかぶさっています。この道路が先にあったなら、そもそも換気口をここには置かないはずです。今でこそ、もろもろ合わせてほぼ長方形の敷地の国会議事堂ですが、丸ノ内線開業当時、周囲はこのようになっていました。議事堂の敷地は角がもっと落とされており、丸ノ内線は当時の敷地の端にある道路に沿っていたのです。その後周辺の区画整理が行われ、議事堂の敷地が広がったことで、今の配置になりました。一方駅の西側では、トンネルが非常に深くなるため、地上から掘り下げる工法が使えませんでした。そこで採用されたのが、かまぼこ型の断面のトンネルである、ルーフシールドトンネルと呼ばれるもので、日本の地下鉄では初めて採用されたものです。現在シールドトンネルと呼ばれるのは、円筒型の機械の先端にカッターを取り付けて地中を掘り、セグメントと呼ばれるコンクリート製の部材を内側から当てて、円形のトンネルを仕立てるものです。一般的なシールドトンネルでは断面が綺麗な円形になりますが、ルーフシールドトンネルは作り方自体が違うので、かまぼこ型になります。
ルーフシールドトンネルは本格的なシールドトンネルではありませんが、当時技術の最先端でした。そしてこの後、駅は発展を続けます。72年10月、千代田線の代々木公園霞ヶ関間の開通により、千代田線の駅ができました。千代田線と丸ノ内線は、ホームの端でつながっています。そしてこの駅は、別の駅ともつながっています。それが、同じ東京メトロの南北線と銀座線の溜池山王駅です。全体の配置がこちら。それぞれ端でつながっているため、端から端まで800メートル以上あります。これらはすべて改札を出ずに行き来でき、両駅は統一駅として扱われていますが、丸ノ内線のホームにある構内図では、溜池山王駅の詳しい案内は省略されています。また、丸ノ内線の列車の案内では、南北銀座両線への乗り換え案内はありません。一方、丸ノ内線には、赤坂見附や銀座にも、別の駅で乗り換えられる路線があります。それらは乗り換え路線として案内されていますが、この違いは乗り換え距離が理由のようです。実際、南北線とは赤坂見附と一体化している永田町駅で乗り換えができますが、この案内にはありません。地下通路の配置の都合上、丸ノ内線からは南北線が一番遠いからです。また、国会議事堂前と溜池山王では、丸ノ内線と銀座線が一番離れていますが、隣の赤坂見附なら同じホームで乗り換えられます。国会議事堂前と溜池山王は同一駅の扱いなので、例えばこのようなルートでは同じ駅を2回通ることになり、厳密には不正乗車になりますが、東京メトロも多めに見ている節があります。駅自体は一体化しているにもかかわらず、乗り換えが超絶不便な国会議事堂前、溜池山王の両駅。4路線それぞれの駅構内と、その詳しい歴史をこれから見ていきましょう。改札口に戻ります。今度は改札を出て右に曲がった先にある一番出口を目指します。角には意味ありげなシャッターがあり、階段とエスカレーターとの間には何やら年季を感じさせる鉄骨が。2番出口とは違い、こちらにはエレベーターはありませんが、地上までエスカレーターがつながっています。外観がこちら。この出入り口は海抜 26.6 メートル。先ほどの2番出口とは90メートルほどしか離れていませんが、3.2 メートルもの高低差があります。この道路は西に向かって上り坂で、1番出口と2番出口の間の道路を見ると、坂になっているのがよくわかります。この左にある交差点が、ちょうど頂上に当たる場所です。官邸の目の前ということもあって、警察官が配備されています。そして、総理官邸の北にある衆議院議員会館へは、地下から直結する出入り口があります。一番出口に向かう途中にあったあのルートです。朝7時から夜9時15分まで開いており、国会閉会中は夜8時15分で閉まるこの出口。1番2番出口とは内装が全然違います。また、用途が用途のため、土日祝日は開いていないようです。警備が厳重であると同時に、ハード面も他の駅とは一味違います。総理官邸前交差点の周りには国の主要機関が集まりますが、交差点から西を見ると様子が変わってきます。下り坂の向こうに高層ビルが並びます。おおむねこの真下に千代田線の駅があり、左奥に南北線の駅、そしてもっと左、画面外側に銀座線の駅がつながります。地下へと戻ります。改札を出て左斜め前に進むと、千代田線の改札へつながっています。このスロープは後から作ったらしく、天井が削られています。地表はこちらの方が高いはずですが、改札は丸ノ内線より低いところにあるのが特徴です。改札を入って左にはホームへ直結するエレベーターがあるものの、ここはあえて階段エスカレーターを使います。そして下っている途中で、左側から別の通路が合流です。これが、丸ノ内線と千代田線を改札内で結ぶ動線です。丸ノ内線の改札口から降りてきた通路のうち、序盤で通ったものの逆側にあるものが、丸ノ内線のホームの端で繋がっており、そこから斜め前に進んでしばらくすると、先ほどの場所に合流するというわけです。改札内外の通路が、おおむね上下に重なっている構造です。このまま下へと向かいます。エスカレーターのうち1台は、平日始発から午前10時半までしか稼働しません。平日ですら終日稼働しないというのが、少々驚きですね。そしてここから先も、通路はまだまだ続きます。
エスカレーターを降りたところで折り返します。正面にあるのはエレベーターですが、もちろんここには扉はありません。別のエスカレーターが続きます。ホームに行くまでに都合3台のエスカレーターに乗らなければいけません。先ほどはエスカレーターが横に3台並んでいましたが、こちらは全部で2台だけです。この右下にあるのがエレベーターから伸びてきた通路。もともとエスカレーターが3台並んでいたところ、エレベーターを後から作ったため、干渉する1台をなくしたようです。そしてここが接続する千代田線のホームです。看板は取り付けられてから数年は経っており、変更された箇所がシールで上書きされています。そしてそれは方面案内も同じです。千代田線は今では小田急小田原線と江ノ島線に乗り入れていますが、かつてはもう一つの支線、多摩線にも乗り入れていました。多摩線の終点である唐木田行きが日中30分間隔で運転され、多摩急行という専用の種別まで用意され、ローカル感あふれる多摩線に地下鉄の10両編成が堂々と乗り入れる壮観な光景が見られました。ただし、18年3月の小田急線の複々線完成に前後して行われた運行系統の再編により、多摩線乗り入れはすでになくなっています。先へと進みましょう。丸ノ内線との連絡通路と千代田線のホームは7年ほど前に改修されました。ただし、なぜかこの1本だけは化粧直しもされずに残っています。この先でホームは左右に分かれ、奥へと続いています。そして72年にできた千代田線のホームは、丸ノ内線のホームとは作りが違います。千代田線のホームは地下 37.9 メートルにあり、当時の営団地下鉄、そして今の東京メトロで最も深い場所にあります。地上から掘り下げられないため、隣の霞ヶ関駅の横から赤坂駅の手前まで、大半がシールドトンネルです。私が進んできた階段エスカレーターがあった場所が、マシンの発進基地に使う穴である、立坑です。機械を地上から出し入れするため、ここだけは地上から掘り下げられています。巨大な機械を入れるため、まとまった空間があり、地下鉄ではこのスペースに階段などを設けるのが定石です。シールドトンネルの場合、立坑以外の場所はマシンで掘っていくだけですが、千代田線のトンネルは丸ノ内線と交差している上、霞ヶ関寄りの立坑自体も丸ノ内線のトンネルと重なっていました。特に丸ノ内線で使われているルーフシールドトンネルは、部分的な変形に極めて弱いため、それらへの配慮が必要でした。また、周辺の地盤に薬液を注入するなど、注意深く工事が進められました。駅部分のシールドトンネルは、長さ217メートル、線路は半径550メートルのカーブになっています。シールドトンネルで作られたホームは、当時の営団地下鉄では、東西線の木場駅、同じ千代田線の新御茶ノ水駅に続く3番目のものでした。なお、連絡通路の先にあったこの部分は、立坑ではありません。ここはシールドトンネルの間をつないだもので、先に開業していた新御茶ノ水駅と同じ構造です。壁面にはシールドトンネルの丸みがはっきり現れており、ここが立坑でないのがわかります。立坑部分がこちら。この先にもシールドトンネルが続きますが、内側にホームがあるトンネルとは大きさが違うので、ここでマシンを付け替えています。立坑のサイズが小さいことなどが原因で混雑が悪化し、魔改造することになった木場駅の動画もありますので、概要欄から見てくださいね。シールドトンネルの内側にホームを作った駅の場合、トンネルの丸みがわかる仕上げになっていることが多いですが、この駅はホーム側と線路側の壁に化粧板が貼られ、円形の断面が目立たないようになっています。皆さんご想像の通り、これらは開業当時のものではなく、以前は壁の丸みを生かした内装でした。ホームが改修されたのも、連絡通路の改修と同じ7年ほど前。改修工事にあたり、線路側の壁は一旦取り外され、シールドトンネルの側面がむき出しになっていました。また、ホーム側の壁と天井は、外す前に内側に仮囲いが設置され、一時的にホームが狭くなるなど、工事中ならではの光景が展開されていました。今の内装は国会議事堂をイメージしたもので、木や石を使った他の駅とは一味違うものです。2つのホームは合計6本の通路で結ばれており、その周辺には凝ったデザインの装飾があります。今では床壁天井がきれいに改修され、当時の面影はありません。線路側の駅名板は丸ノ内線のものとは違い、ナショナルダイエットビルディングの表記がプレートに記載されています。
ただしこれは全てが同じではなく、左側にある駅名板のように上下がガラスの部材になっているものにはプレートはありません。このホームは丸の内線側に向かって10ミルの上り勾配になっています。駅名板などは水平に取り付けられているので段々になっており、下から見るとその様子がよくわかります。また、半径550メートルのカーブ自体はそれほど急なものではなく、千代田線のトンネルはこの前後ではそこまでカーブがきつくないため、列車の到着発車時には暴風が吹き荒れます。ホームの終端に到着です。線路側の壁が平らになっているのにお気づきでしょうか。逆側の終端ではホームの端までシールドトンネルでしたが、こちら側はそれとは違います。そして2つのホームがつながった先に南北西への連絡通路があります。ただしこの階段エスカレーターはすぐに終わり、通路が2つに分かれます。ホームだけでなく、他の路線との乗り換え通路の構造も逆側とは大きく違います。この先にある南北銀座両線のホームとその周辺、そして新線開業に伴って行われた魔改造の歴史は後編に続きます。隣の線路に止まっている車両の秘密と、この駅が果たす意外な役割もお見逃しなく。ご視聴ありがとうございました。